Hello everyone, this is Colin's channel. タイトルとサムネの通り、私、シンガポールで就職しました。I didn't think I could, but I did. 最初に映っていた真っ黒忍者スーツ姿は、後で説明しますが、とりあえずスーツは暑いので抜きますね。まさかのシンガポールでコロナ禍、なんとかお仕事が見つかりました。しかも2つ。皆さんから今何やってんのとか、卒業後のプランはどんな感じですかと質問いただくので、この場を借りてちょっと説明しようと思います。本来ならアメリカで大学を卒業し、映像関係の仕事を始めるっていう計画でした。今シンガポールにいて、正直アメリカ帰れるっちゃ帰れるんですけど、やっぱね、心的にあんまり今帰りたくないかなっていう気持ちがあって、とりあえずシンガポールで働いて、ここで経験とスキルを磨き上げようと思いました。お仕事はイベント関係の会社です。なかなか大手企業でシンガポールブランチのに勤めさせてもらってるんですけど、そこで私は日本語が話せるということで、日本からのクライアントとのコミュニケーションだったり、シンガポールで英語のお仕事を普通にやったりしています。イベント関係と映像制作ってあんまりリンクしなくないって思った方もいると思うんですけど、今はこのご時世ですからデジタルイベントが普及になってきてます。デジタルイベントとなると生放送みたいな感じでカメラがあったり台本があったり、流れとしては映像制作に似ています。私自身仕事を探している時、活かせるスキルがあればいいなと思って、別に映像制作限定では探してなかったです。なんなら今ハリウッドでは SNS のマーケティングだったり、ストリーミングサービス、Netflix や Amazon、Hulu などでの映像の方が儲かると言われているので、ソーシャルメディアのデジタルマーケティングだったり、そのストリーミングサービスの方にも触れることができたらいいなと思って、映画に限らずコミュニケーションや想像力を活かせる職場を私は探していました。あと多様性がある職場を探していて、その会社と面接した時に合ってるなと思って選びました。面接ね、結構やりました就活自体ありがたいことにサクサクっと進んでいってました。ドラマとかで見るけど、日本だったらみんなスーツ走ってきて会場に行って一人一人面接して、もう怒涛の就活って感じなんですけど、私の場合割とサクッとズームで終わって、その場で採用されたりしました。1回目の面接が朝にあって、2回目はもう数時間後にあって、はいじゃあ OK みたいな感じだったんで、早かったですね、そう考えてみれば。しかも結構カジュアルで、日本はどんな感じかわからないけど、私自身何がやりたいのか聞いてくれたり、私が探している働き方や私がいいなと思う環境も聞いてくれたので、対等に見てくれてるなっていう印象でした。それは月曜日から金曜日平日普通のフルタイムのお仕事で、もう一つのお仕事は土曜日になんと大丈夫かなこれ、日本語の塾講師をやっております。安心してください。日本人にではなくローカルの子供たちの日本語の先生です。さすがに私も日本人に日本語を教えられないローカルの学生さんなので、基本のあいうえおから家族の構成、お兄さんお姉さんお母さんお父さんとか、色の名前とか、本当にシンプルな、私にもできそうな日本語レベルなので大丈夫です。毎週土曜日で、バイトですね。これもネットで見つけたお仕事なんですけど、面接行ったらその場でも契約書サインしました。それぐらい採用がスピーディーで、向こうも日本語の教師探してたみたいで、もうサクッと終わりました。サクサクっと三つ星。日本語を教えるっていうことで、何から教えればいいんだろう、自分でも迷ってたんですが、一応教科書はもらって、教科書が日本人向けの日本語の勉強だったんですね。だから節分とかひな祭りとか絶対誰も知らないような日本語ばっかりで、これは使えんと思って、結局毎週私はレッスンプランを自分で作ることにしました。今週は家族について、来週は動物について、再来週は食べ物について、それに合った動画を見せたり、ゲームも自分で作ったり、宿題もくれと親から言われたので宿題も作ったりして、毎週いろいろカタカタやっております。まさか自分一人で教室を
持つっていうの、クラスをリードするとは思わなかったので、私も初心者ですし、もうあたふたしてるんですけど、子供たちの前ではあたかも慣れてますよ感を出して教えています。じゃないと舐められてしまうと授業が全く進まないから。ちなみに生徒たちは5歳から9歳という幅広い年齢で、5歳の子たちは私お馬さんになりたいのとか言うし、9歳の子はませてるから何それ全然面白くないんだけど、今日のゲーム面白いって言ったけど全然面白くなかったですとか、もう鉄のメンタルを持って私は毎週土曜日クラスに挑んでますでも子供と関わるのって面白いです。視野も広がるし、気づかされたり、意外とみんな日本語もっと知りたい、学びたいっていう精神、熱量がすごいので、こっちもやりがいがあります。時には静かにしてくださいと叫ぶこともあるんですけど、私が一番うるさいじゃんこうなるとって思いながらクラスをまとめようとしてます。過去にやったお仕事から見ると、ヘアサロンでインターンシップ、会社でインターンシップ、フルタイムで映像制作、幼稚園の先生をアメリカでやって、でロサンゼルスのオンラインのインターンシップで、今回がそのバイトとフルタイムってことで7回目のお仕事とも言えるんですけど、毎回違うことをやるのはすごく楽しいし、過去の経験や失敗を生かして今後も活躍できたらいいなと思ってます。特に塾の先生は私一人でクラスを仕切るっていうのを、なんか偉そうな言い方だけど、仕切っていて、幼稚園の先生をやってた頃を思い出しながら、年齢差はちょっと違うけど、そういえばこういう時はこうした方がいいんだとか、こういうゲームは子供たちが好きなんだとか、いろいろ思い出しながらやってるので、本当に面白いな、貴重なお仕事だなと思っております。さっき着ていた全身黒のコーデはイベント用のコーデで、上から下まで真っ黒なの揃えてこいって言われたので、ユニクロに駆け込んでブレザーを買ったんですけど、まだ上しか私スーツ持ってなくて、今までのお仕事がデスクワークとかじゃなかったから割とラフな格好が多かったんですね。今回の会社もそこは自由なんですけど、イベントごとがある時だけドレスコードがあったりします。カメラの前でこれ着るともう謝罪動画撮りたくなるよね新卒だし、大した経験もスキルも資格も知識も特技も才能もないんですけど、無事なんとか就職できたので本当にありがたいです。ずっとシンガポールに住んでずっとこのお仕事をやるっていうプランではなく、できたらアメリカに行って映像制作またやりたいと思っています。なので3つ目の新しいことUCLA Extensions っていう UCLA 大学のサーティフィケートプログラム、資格みたいなのが取れるプログラムも始めました。要するに専門学校みたいな専門的なことを学べるコースです。で、そのコースを終わったら資格わかんないけどサーティフィケートがもらえます。私はハリウッドのビジネスについてもっと知りたい、もっと学びたいと思い、エンターテインメント業界のビジネスマネジメントに関連するサーティフィケートプログラムに応募しました。そして今は普通にキャンバスで大学と変わんないんですね。毎週先生がビデオを投稿して、私はそれを見ながらノート取って課題をやって提出する。論文書いたりクイズやったり教科書読んだり、普通に大学生っぽいことをまだやってます深夜ズームもまだあって、週に1回だけなんですけど、そちらもやっております。本当は UCLA キャンパスでできるみたいなんですけど、今は全部オンラインなので、シンガポールからでも映像制作のことを学んだりすることができて、すごくありがたいです。こんないいプラットフォームがあるんだと卒業前知りました。これは学生や社会人関係なく自分のペースでコツコツできる、いわゆる通信制の専門学校的な、私みたいに仕事しながらでも授業の量とかを調節すればうまくバランスとってサーティフィケートに向かって勉強することができます。サーティフィケートを取ると履歴書に UCLA エクステンションの何々サーティフィケート取ったよと書けるので、私は将来の就活、自分の履歴書への投資と思ってこのサーティフィケートプログラムに興味を持ったのと、単純に今までハリウッド業界の経済的な面だったり著作権のこととかあんまり勉強してこなかったので、そっちのビジネス方面も気になってて、法律関係のこともずっと学びたかったので、これを機に応募させてもらいました。ちなみにこの UCLA Extensions っていうのは映像制作以外の分野も提供しているので、興味ある方はぜひサイトでチェックしてみてください。
はい。It is a whole circus in my head. I'm still trying to figure things out. I'm still working on time management because I am juggling a bunch of things in my hand. きっと、またカリー、お忙しいじゃんと思う方もいらっしゃるかと思いますが、今のところ、ちょっと忙しいぐらいで、そんなに死に物狂いではないです。今週は結構バタバタしてたけど、在宅の日もあるので、そういう時は仕事の合間合間にイーソシー作の勉強をしたりしてます。とりあえず人に迷惑をかけないように仕事をしているので、雇ってくれてありがとうございます。そして皆さんの応援コメントもいつもありがとうございます。これといった計画はないんですけど、私も将来に向けて経験を積み重ねていこうと、今後も新しいことに挑戦したいです。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた、バイバイ。